耐久レースの無敵艦隊。その圧倒的なカリスマ性に人々は酔いしれます。シュトゥットガルトの女神が、皆様をほんのちょっぴり過去までお連れしたいと思います。皆様こんにちは。すぐみモデラーのタマです。今回はタミヤ製、ニューマンポルシェ956を製作しますよ。84年のルマン優勝者。おそらく初版も同年代に販売したのだと思われます。このキットは2002年の再販品。それでも20数年以上の時間を経過した貴重なキット。今ここで製作できることを嬉しく思います。久々に触るプロトタイプマシン。今ではとてもマニアックなカテゴリー。美しいフォルムから耐久マシンの凄みを感じます。タミヤ様のシーカーはこの956から始まります。基本となる設計はこの時点で完成されており、この先数十年にわたりモデラーを楽しませてくれます。完全密封されたタイヤに劣化はなさそうです。クリアパーツは傷一つございません。そしていつにも増して美しい。どう考えても黄色ではないシャシー関連パーツ。これを黒に塗るのもまた一苦労ですね。デカールはカルトグラフ製。どんな技術なのか劣化など皆無の状態。おそらく未来の技術力を持った企業なのでしょう。説明書は日本語と英語の2種類が入っています。異なったページを同時に確認できるので気に入っています。当時のキットはタミヤ様といえど難易度は高いです。塗り分け前提で初心者を突き放す仕様でございます。この説明書には塗料の一覧はございません。タミヤ様のキットでこういうことは初めてな気がします。デカールと塗り分けでどんな仕上がりになるでしょうか。それでは製作スタートでございます。このキットもまさか2024年に叩き起こされるとは思わなかったでしょう。これがタミヤ様の凄さ。当時から驚異の精度でございます。この時点ですでにニューマンポルシェですね。配給パーツ様の美しき筋彫り工具。薄皮一枚ずつ引き裂く優れた拷問器具。この刃先を見ているだけでゾクゾクしてまいります。少しくらい脱線しても大丈夫。ちょっぴり快楽が真っ先でございます。あと数回引き回すだけで貫通する程度でやめておきましょう。奥歯が砕けるくらいに耐えた甲斐がございましたね。とても素敵なお姿でございます。美しき BBS のホイール。しかし隠してしまう仕様が残念です。水平対向6気筒。ポルシェの伝統を忠実に再現されています。ポルシェの伝統を忠実に再現されています。パーツ数は予想よりもはるかに膨大でございました。シーカーのキットはフォーミュラキット並みに詳細。下準備もかなりの時間を費やします。耐久マシンにはやはりホイールディスク。廃れたテクノロジーですがとても素敵でございます。厄介な場所にランナーが生えているので慎重に。
映画を見ながら選別していたら2時間かかっちゃいました。まずはカウルラにフラットブラックで裏打ちします。裏打ちするだけで成型色ですら上質に見えてきます。この時物を削り取れとの指示。こういう工程は好きじゃないんですよね。しゃあなしでガリガリ。自分でも驚くほど綺麗に削ぎ落としてやりました。拷問慣れって怖いですね。白や黄色で塗り上げていくのでしっかりとマスキング。複雑な造形。そして複雑なカラーリングによって時間経過が深刻。サフは吹かずにアルティメットホワイトを直吹き。希釈率は1対1でございます。連日の酷使で動きが渋いのでお掃除します。あまりの白さにカメラのホワイトバランスまで苦しまず。まだ夢の途中なのにすでに美しいですね。先ほど塗った白はこの部分。ここからひどく辛い工程が連続します。本来だとデカールで白のラインを再現するのですが、とてもずれずに貼れる自信がなかったので塗装します。デカールをコピーしてマスキングのラインを描きます。アルティメットホワイトは半ツヤなのでシャーペンで描きやすいです。リアカウルやダクトをまたぐのでデカールは相当難しそうです。ここの白ラインのデカールはないので必ず塗り分けが必要でございます。曲線用マスキングを駆使します。
ルーフからウィンドウを抜けてダクトのえぐれを越えて、サイドの遮光ラインはリアに描いたラインと平行を取る必要がございます。サディスティックなタミヤ様、少々荒っぽい工程に恍惚としてしまいます。ここがこのキットの最難関。えぐれたカウルの隙を抜けて、フロントウィンドウの緩やかなラインに沿ってマスキングを描きます。何も目印になる目標がなく完全にモデラー任せ。ここからの工程は、当時の少年モデラーたちを恐怖のどん底に叩き落としたことでしょう。あまりにも複雑な形状をトレースする必要があるので、タミヤ様の 1mm 幅マスキングテープを使用します。曲線用マスキングは厚みがあるので、この形状に追従できませんでした。次第に美しいお嬢様になってまいりました。ナイフの会話がまた減ってきました。地下室から絶え間なく続く悲鳴はこの刃のせいでしょうか。お嬢様の姿は白銀のように綺麗で、まだ続く悲壮な時間の旅も愛おしく感じます。本塗りの前にクリアでマスキングの隙間を埋めます。毛細管現象を食い止める役目でございます。タミヤ様のスプレー缶から摘出したイエロー。何台ものキットに貢献した歴戦の塗料でございます。隠蔽力の弱いイエローも問題なく染め上げることができました。ハンドピースに汚れが残っていたの怪物を吐き出してしまいました。全く行儀が悪いことで、お嬢様を潰しにかかっているのでしょうか。拷問部屋へご招待しなければいけませんね。白と黄色のツートンも悪くないですね。境界線のマスキングはこのままで黒に染め上げます。ウイノーブラック。黒より黒い黒。
仏壇のような漆黒でございます。ようやく苦労したラインの結果を見ることができます。サフを拭いてないので少々慎重にマスキングを剥がします。全くみっともないミスを繰り返しますね。ここなんてどんな工程を踏んだらこんな盛大にぶちかますのでしょうか。マスキング玉が 27g に育ってました。地球表面の重力加速度を用いたならば 0.265 ニュートン。あ、お美しいお嬢様。申し訳ございませんが少々手直しをさせていただきます。ほんの少しやすっただけで修正できて助かりました。さらに繊細な箇所にはピンセットの先端でカリカリ。あまり追い込むととんでもないことになりそうなので、このくらいでお許しください。いよいよデカールを貼り付けてまいります。ニューマンはフランスのファッションブランド。鮮やかなカラーリングが特徴的。一撃でレーシングカーの雰囲気が溢れ出てきました。デカールは比較的簡単。そして数も少ないので精神的に楽です。1984年のルマンは52回目の開催。当時の動画を見ると956の洗練されたデザインが群を抜いています。アニ・ペスカロロとクラウス・ルートビキ。二人とも耐久レースの職人と呼べる偉大なレーシングドライバー。ぜひ域でお調べください。ピエール・ランはフランスのワインメーカー。1979年に設立された比較的新しいメーカーですが、短期間でフランス有数のワイン生産者としての地位を確立したそうです。その品質と手軽な価格で多くのワイン愛好家に支持されています。パネルラインをまたぐデカールはカットして押し込みます。この7号車は翌年のルマンでも優勝を飾る歴戦のマシン。ポルシェワークスの新型マシン。962C を抑えての優勝。956が時代を錯誤した異常な強さを誇っていたのかがわかります。このダクトに合わせたデカールも用意されています。複雑な曲線に貼り付けるので慎重に位置合わせ。
塗装した車高ラインに合わせてデカールを貼り付けます。リアカウルをまたぐデカールも順調にカット。この細く白いラインは凹凸に追従させるのが一苦労。シンプルなデカールで構成されているので、レーシングカーのキットとしては楽な部類ですね。デカールフィクサーや軟化剤の汚れを拭き取ります。水を含ませたキムワイプで優しくきれいにしてあげます。ガイアの EX クリア。まずは砂拭きを行います。こんなにざらついた肌になって大丈夫かなと不安になります。どことなくお嬢様のご機嫌も悪くなっている気がします。そして本塗りを3回重ねました。艶は出ましたがデカール表面の粗が目立ちます。これは中研ぎが必要ですね。2000番の紙や素で研磨します。ざらつきがなくなると指先の感覚でわかります。一度クリアで艶を出したのにまた削るのは怖いですが、この中研ぎ作業はクリア層の粗を消し去ってくれるシンプルな工程。調子に乗って追い込まなければ簡単でございます。艶消しクリアで仕上げたような雰囲気。デカールの段差もあまり目立たなくなりました。仕上げには一体2に希釈した EX クリア。クリアを乾燥させている間にシャシーを進めます。本来ならフロア裏は複雑な塗り分け指示があるのですが、すっごく面倒なのでもちろんサボりました。エンジンルームの遮熱処理だけ塗装。そしてまた大きくなるマスキング玉。そのうち机を貫く質量になることでしょう。複雑なラジエーター形状。インタークーラー、オイルクーラー、シリンダーヘッドクーラー、コンプレッサー吸気口。コックピット側面に集中レイアウトされています。筆でちまちま塗りました。アルミ削り出しのような質感の BBS ホイール。メッシュ部分はゴールドに塗りましょう。後で重ね塗りしますがこのままでも格好良いです。
曲面だらけのクリアパーツ。その姿はプリズムのように美しい。タミヤ様の優しさ。ウィンドウ用のマスキングシート。フロントウィンドウは位置合わせがとても難しいので、なんとなく目印を描いておきます。すんなり貼ったように写してますが、実際は何度も貼り直して発狂寸前でした。クリアの本塗りが乾燥しました。真夏の炎天下は最高の乾燥機ですね。ここから研ぎ出して仕上げていきましょう。中研ぎしているので8000番からスタート。磨く面積が大きいのでかなり大変な作業。ほんの少し鏡面の片鱗を感じ取れます。この1万番で漆黒に戻してあげます。連日の酷暑のブラックロードのおかげで指先がよくつります。ブラックロード車が漆黒に仕上げるという負のスパイラル。星が輝いて見えるのは涙のせいかもしれませんね。これだけ輝けば十分ですね。続いてセラミックコンパウンドで研磨痕を消し去ります。どうしたらいいの？ゲームしていい？ここでさ、音楽聴いたらさ、検索出てくるやつあるやん。あれ貸して。どういうこと？なんかさ、音楽そのスマホに聞か磨けば磨くほど綺麗になるので指が止まりません。これがトリガーハッピーというやつでしょうか。クリア層の強烈な深度。美しく乱反射する様はシュトゥットガルトの女神にふさわしい。1931年に設立されたポルシェ。創業者はフェルディナント・ポルシェ。ヴィルテンベルク州シュトゥットガルトに本社を置きます。市販車だろうがレーシングカーであろうが、誰が見てもポルシェだとわかる一貫したデザインは秀逸。最も権威のある高級車ブランドとして確立しているそうです。ドイツの自動車メーカー間において、250キロのスピードリミッターが装着されるよう紳士協定が結ばれていますが、ポルシェは加盟していないそうです。さすがお嬢様。半端ないエゴイスティックが素敵でございます。今回制作しているポルシェ956。タマが初めてポルシェのレーシングカーの名前を覚えたマシンです。そのマシンはロスマンズカラーでしたが、このニューマンポルシェは RC で知りました。とても買ってもらえるような年齢ではなかったですが、カタログを毎日見て夢を思い描いていました。ポルシェ956は時代を超越した性能を誇っており、1982年から1985年までルマン4連覇を飾りました。歴史上最も優れたレーシングカーの一つとされています。平均時速204キロ、レーシングスピードで24時間。
距離にして4899キロ。驚異的な耐久力とスピードで他のマシンを圧倒します。そしてニューマンポルシェはプライベーターチーム。他チームからも十数台のプライベーター956が参加。まさにその姿は無敵艦隊。たった一車種のレーシングマシンが世界の仕組みを大きく変えた瞬間です。何度も何度も組み立てたカーモデルのエンジン。でもポルシェのキットは過去に2台しか製作してません。独特の形状にドーパミンが湧き立ちます。その姿は傲慢なほどに美しく、目に見えない霊気の塊のような存在感がございます。レーシングカーのキットを製作していて毎回思うのですが、完成してからカウルを開けたことがほとんどないんですよね。シャシーやエンジン周りなんて無塗装でも良いのにと思うのですが、それはなんだか悪いことをしているようで、無意識に何かしら色を乗せている自分がいます。色は特に気にしていないので、そのうちピンクのエンジンとか出てくるかもしれませんが、その時は精神的におかしくなってるのだと温かく見守ってください。黄色の成型色から白に塗るのがやたらと苦労したホイールカバー。アナログメーターがずらっと並ぶポルシェ伝統の配置。いつの間にかレーシングマシンからなくなってしまった丸いヘッドライト。その深い闇を漂わす瞳。ミラー越しに視線を交わすことの恐怖。お嬢様の異常な重圧に耐えることは不可能。運が悪かったと諦めてください。
リアタイヤにだけダンロップの刻印がございます。塗装指示もサイドマークもなかったので無視して進めます。リアタイヤが想像以上にグラグラしていて 4WS みたいになります。バレないようにまっすぐ着地させなきゃね。リアウイングを装着した姿は言葉を失うほどに素敵。目をつぶっていてもキラキラと閃光を感じます。毎度懲りずに仮組みしないままここまで来ました。タミヤ様だからと勝手に信頼しています。予想通り何の加工も必要ない精度。本当に素晴らしい。ペースを上げるように細かな部品を装着します。スリットにはエナメルブラックを塗ります。エナメルシンナーで拭き取るだけで簡単です。いよいよお別れの時間が近づいてきましたね。おめかしを済ませたお嬢様が息を荒くしておられます。ただ可愛らしいだけだと思いましたか？ワークスではないだけで勝てるとでも思いましたか？これは比類なき異端児が世界を震撼させる物語。お逃げになる用意はできていますか？狂犬病のごとく凶暴なお嬢様が追撃になられます。それでは皆様、1秒でも長く生きながらえることができるよう、ご幸運をお祈りいたします。ニューマンポルシェ956、完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。